回先日購入してきた Galaxy S4 ですね。S4 の、S4 を買ってきたんですが、実はこれ日本語対応ではありません。実際に言うと、英語です。すべて英語となっております。ということで、日本語化しようと思います。ということで、まず皆さんにやってもらいたいことが2つあります。海外版、特に英語版のものを日本語化しようとする場合に、まず最初に必要なもの、サムソンの会社が出しているキースという、ギャラクシー専用というかサムソン専用の、やつがあります。で、今回は Windows を使うので、Windows バージョンをダウンロードしていただきます。どこのサイトに行っても多分コマンドプログラムにこれを入れればいいよというようなことはいっぱい書いてあるんですが、どういう手順でやっていくかっていうことは説明してないと思うので、こちらの方で日本語の方で、簡単に詳しく説明ができればと思ってビデオを撮ってます。まずはキースというものをダウンロードしていただくという話はしました。これをまずダウンロードしていただきます。その後もう一つ重要なものがあって、それがこれですね。この Android SDK、 これですね。これを無料でダウンロードできるので、ディベロッパーサイトから無料でこのように、ダウンロードができます。で、ここに行ってもらって、今回使うのが Windows ということで、もう Windows のバージョンとしてダウンロードができるようになってるんですが、お使いの環境によって、32ビットもしくは64ビットという違いがあるので、それに気をつけてもらって、まずはダウンロードをしてください。ネット環境によりますが、早ければ1分、遅くとも10分もしくは20分以内ではできるんじゃないかと思うんですが、自分が使っている環境では5分以内です。で、ダウンロードしてもらったファイルをまずダウンロードフォルダーの方で、からですね、これですね、これを解凍していただきます。そうすると、解凍ファイルが出てくると思うんですが、これをまずはこのファイルですね、ファイルのところを右クリックしていただいて、どこにコピーをするかっていうのがあるんで、これをクリックしてもらいます。で、その後、どこに実際した方がいいかと言いますと、直接 C ドライブにそのままファイルを保存した方が良いので、ここに解凍をするというので OK を押します。で、この表示ですね、C コロン、斜めスラッシュ、が出てきます。これのところにダウンロードファイルとしてしたものを解凍をしたファイルを置くことにします。それが多分一番簡単で一番やりやすい手順になると思います。まず解凍の完了がしたらですね、その後ちょっと C ドライブの方に行ってもらうと、このように今青くなった部分ですね、このようにここのファイルが出てきます。このファイルが
の名前が重要です。コマンドを使う場合にこのファイルを直接タイプしてもらうことになります。で、実際にやってみようと思います。今回使うのはコマンドファイルの方なんですが、まず開くとこのようにユーザー、そしてユーザー名が出てくるんですが、まずユーザー名を消すために cd ドットドットと入れてエンターを押してください。その後もう一度 cd ドットドットと押してエンターを押します。そうすると C ドライブ、直接 C ドライブの方のここのフォルダに移ります。で、ここのフォルダに移ったら次にやることは、今さっき言ったフォルダですね。それにの中に入りたいので、ここに入るためにはまず、cd スペースでさっきのファイルの名前を打ちます。どうぞ。このファイルが同じだとは限りません。日付が自分の場合は5月14日の2013年になってますが、これがダウンロードした日になっている可能性もありますので、そこのところは、使っているダウンロードした日によると思うので、ダウンロードした日の時間帯もしくは日付をここの最後の4桁は入れることになると思います。それでエンターを押してください。そうすると今さっきダウンロードして解凍したファイルの中に入りました。で、その後、Android マネージャーの方で、インストールをしなければいけないツールが2つあります。まず Android SDK トゥールで、もう一つが Android SDK プラットフォーム Tools というこの2つが重要になってきます。この2つをまずダウンロードします。で、今回使うのが Galaxy S4 ということで Android 4.2.2 というこの最新バージョンの Android が必要になるので、これをすべてここが今インストールっていう状態になってるんですが、実質的にまだインストールされてないっていうNot installedっていう風になってる時があります。なので一旦全部これをインストールしてもらいます。それから下の方に行ってエクストラのやつを全部、とにかく全てインストールしていただきます。で、インストールが完了したらさっきの画面にコマンドの画面に戻って次のフォルダに入ります。cd スペース sdk という風になります。で、ここの SDK のフォルダまで書いたらエンターを押してください。そうすると次に今さっき言っていた、プラットフォームトゥールですねの方をオープンしたいので、cd スペース、プラットフォームダッシュトゥールスと入れてトゥールスと入れてエンターを押します。そうすると、ここのエンターを押したら分かるんですが、ここのトゥールスの中の ADB Adobe というこの
ツールを使うことになります。今回使うのがその Adobe Shell というものを使って、Android フォンの端末の方の操作を行っていきます。で、この次に入れるのが、日本語にするために、許可を出すという意味で、許可が出ないっていう風なことがまず Android の方でかかっています。制限がいっぱいかかっているので、制限を外すために、まずは制限を外す文字を入れていきます。それが PMGRNT jp.co.c _lis.ccl.morelocal スペース android.permission ドット全部大文字でchange アンダーバーで、今回もまた大文字で CONFIGURATION コンフィギュレーションというものを入れます。これを入れてエンターを押します。そうすることによって日本語の入力をした日本語の書き換えをするプログラムを持っているアプリケーションに対しての許可を出すということになります。これで許可を出して、Android の方で日本語を使えるようにできるということになります。で、Android をつないだ場合に、まずここをエンターする前に Android の方では、最初に必ずと言ってもいいんですが、Developer Option というものがあります。これをオンにしていただいて、次に USB Debugging っていうここのものを接続を許可というものをしておきます。そうすることによってこのコマンドが有効化されるっていうことになります。で、まずはこれで有効化をすることができます。実際にやってみようと思います。今ツールとしては見ていただければわかるんですが、実際にツールとして入ってるのはここのこれですね、morelocal っていう2っていうものを起動します。そしてadd local っていうので、ここに、何でもいいんですが、日本語でも英語でもいいんですが、このようにJapanese、日本語っていう意味ですねを入れていただいて、ISO639 のところを日本語を選択してもいただきます。で、次に iOS3166 というところを日本というものをして、追加ですね。追加をしていただきます。そうすると、日本語というふうに
自分で決めたものになるんですが、次はここを押すとこのように日本語になりました。これで、まずホームの方に戻ってみればわかるんですが、ここのカレンダーとか E メールが日本語になってます。あとアプリも日本語になってます。で、設定の方もこのように、日本語になってます。ということで成功しました。ではまた何かあればアップします。